全に後輪タイヤパンクしてますね。前輪パンクしています。ブニュブニュでまたパンクしました。合計でチューブ2本なくして4回パンク。高速道路とか普通の一般道を走ってパンクするならわかるんですよね。ダートロードですよ。ダートロードで毎日パンクするなんて、そんなこと考えたこともなかったですよ。はい、現在の時間が6時55分、7時ちょっと前ですね。未だに走っています。今日はちょっと寝床っていういい場所がなかなか見つからなくてですね。よし。はい、おはようございます。現在の時間が11時となりました。あと40キロも進めばワーバートンっていう町に着くので、40キロなので5時間ぐらいあれば休憩も含めてついてしまうので、今日はワーバートンには行きません。今日は4月の7日、オーストラリアではイースターホリデーという祝日になるので、今言ってしまうとロードハウスはやってないですし、おそらくスーパーもやってないんじゃないのかなとは思われるので、できれば今日はワーバートンの1個前のどっか野営できるようなスポットがあれば、そこで野宿して明日ワーバートンに行ってロードハウスなりスーパーを行って買い出ししてっていう流れで行きたいと思いますが、今日ワーバートンに着いてしまうと、その前日してある通りワーバートンっていうのはそんなに治安がいい場所ではないらしいので、そこに行くのは無謀かな、危険かなと思うので、ワーバートンの1個前って言っても僕の考えでは10キロ手前ぐらいだったら安全だろうっていう思いがあるので、10キロ手前らへんで野宿してキャンプして今日終えて、明日の朝10時にワーバートン、10時9時とか10時にワーバートンに着けるようにしたいなっていうふうに思ってます。のでもう11時なんでね、今日の予定としては18キロ約20キロ走ればなんかモニュメントみたいなのがほんのちょっと小さいのがあって、そこにベンチがあるらしいんですね。なのでそこのベンチで休憩で、あと10キロ進めば今日終わりって。なので今日30キロしかこげません。はい。昨日ね、頑張りすぎたので、正直。昨日は76キロ。ダートロードで76キロって、頑張りすぎですよね。しかも昨日到着したのここ7時45分とか50分とか8時手前だったので、もう完全に真っ暗だったので、動画を撮ることはやめたんですけど、なので、すんごい足疲れてますね、今日。残念なことに。昨日頑張ったからこそ、今日30キロしか漕がないって。最高で漕いでも40キロ未満っていう感じなので、いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ひとまずね、もうちょっとで走り始めたいと思います。よし、カニ行こうか。30キロだよ、30キロ。そんな今日走らないから。行こう。お邪魔しました。はい、現在の時間が12時半ですね。
休憩所には、休憩ポイントにはあと7キロってところですね。まあ地面は比較的良くてですね、よく焦げてますね。はい、到着しました。いいベンチですね。で、モニュメントって言ってたのは、まあ、どちらかというとメモリアルって感じですね。そこに石があるんですけども。こんな感じですね。はい。現在の時間が3時半となりました。だいたい休憩して、2時間ぐらいですかね。ちょっと今から何か喋ろうかなと思ってたんですけど、すいません。野生のラクダが出てきましたね。ちょっとそれ取り行きましょう。びっくりした。なんだあれと思っちゃったよ。うわ、ちょっと遠いな。見えますかね。あそこにいるんですけど、ちょっと遠いっすよね。もうちょっと頑張って近づいてみましょうか。暑い時間帯、ラクダってもしかしたら涼しい日陰とか木陰で休んでんのかなって僕思ったので、出てこないのかなと思ったんですよね。おい、車来たよ。マジかよ。逃げるな、あれ。うわー、うわー、ゆっくり走ってよ、車。逃げるじゃねえかよ。あー、もうダメだ。あー、もうあの車め。あの車め。もうあいつだよ。ラクダ逃げたよ。もうなんなんだよ。かれこれ30分車なんて走ってなかったじゃねえかよ。もしかしたら1時間車走ってなかったのに、なんで今になってラクダを逃すために車が走る。はい、戻ってまいりました。いやー、悔しかったですね。まあ、本題に戻りますと、今が3時40分となりまして、あと23キロ走ればワーバートン村に着くんですけども、あと10キロも走れば僕が思い描くキャンプスポットには着くと思うんですね。おそらく僕が使用しているマップだとこの辺りかなっていうのが目星がついてるので、そこが10キロなんですけども、それを今から走ったとして5時前には着くんですよね。5時でねえ、キャンプテント張るのもなーって感じなんですよね。できれば薄暗くなった頃にテント張りたいんですよ。なんでかっていうと、例えば誰か車がブーンって通った時に見られるのは嫌なんですよね。命の危機になるというか、それが嫌なので、できる限り薄暗い6時半ぐらいからテント張りたいなと思うんですけど、5時に着いちゃうとね、なんか時間調整って難しいですね。旅してるとそこまで行ってしまえばいいんですけど、そこまで行くのにちょっと制限があるってなるとちょっとなんかあれですね、なかなか行動しにくいですね。行動に制限があるというか、
よし。はい、走り始めて5分ですね。後ろタイヤがパンクしました。で、この辺だと特に何もないので、ちょっとさっきのベンチまで戻りたいと思います。そんな走ってないんで、多分5、600メートルぐらいだと思うんで。なんでだろうね。なんでパンクしたんだろう。はい、戻ってきました。完全に後輪タイヤパンクしてますね。そして前輪もパンクし始めました。残念ながらここのベンチ付近にあるものでパンクしましたね。おそらくこいつこれなんですよね。見えにくい、近づいてもわかるかな。おそらくこれ踏んだっぽいですね。これでパンクしたっぽい。すんごい痛いんですよ、手で触っても。めちゃめちゃ痛いんですよね。うわー、マジか、前後輪パンクかよ。前輪のパンク修理今してる最中で、チューブどういう状況か見終わったんですけども、結論から申しますと、もうチューブ交換ですね。なんでかと言いますと、もう3箇所、目で見てわかる範囲で3箇所穴が開いてたので、そうすると水に入れた時っていうのがやっぱ一番大事なので、水に入れるとおそらく5箇所6箇所っていう風に穴開いてる可能性が高いので、もうここは思い切ってチューブ交換です。で、どっかのキャンプ場有料のところ、要するにお水がいっぱい使えるところでチューブをしっかり見て直していきたいなと思います。なので今はチューブ交換したいと思います。はい、まさかでしたね。いい休憩所だーって昼寝こいてたらまさか前後輪パンクするなんてね夢にも思わなかったですけどね。現在時刻が5時。あと10キロは漕がないといけないので、ちょうどよくなってきましたね。いや、笑えるわ。マジ笑えるわ。はい、現在時刻が6時55分になりまして、僕が望んでた場所に着いたら結構いい感じのスペース見つけれたので、ここで今日は終わってテント張って寝たいと思います。はい、現在時刻が8時となりまして出発したいんですけど、まさかの前輪パンクしています。昨日の夜ですね、ここに着いてテント張ってる間に、あれ自転車の空気ないんだけどっていう感じだったので、もう諦めて寝ましたので、今からパック修理して支度して向かいたいと思います。はい、現在時刻が10時15分ですね。今はワーバートンっていうところに向かってる最中なんですけども、あと3キロっていうところですかね。道は引き続きダートロードで、そんなに最近にしちゃいい道だろうね。時速も15キロ出てるし、ひとまずワーバートンに行ったら買い物と、あと泊まるかどうかはちょっと考えたいと思います。そんなに絶対危ねえよっていう感じはないですね。フェンスも高いですし、安心してテント張れそうだね。ね、安心してテント張れそうだよね。あれがフェンスですし、だいぶ高いですし、上も
何トゲトゲのワイヤーが張ってあるんで問題なさそうですね。はい、ということでキャンプ場に到着しました。お疲れ様です。お疲れ様です。まずロードハウスに来てどうしよっかなって思う前に、これ自転車盗まれちゃうとか、荷物盗まれるかもって思ったので、先にキャンプ場に入って全部荷物置いてから出発しないとダメだって思うぐらいちょっと身の危険を感じたというか、ちょっとそれぐらい治安がそこまでよろしくないなって思ってしまったので、もうロードハウスに着いてすぐ泊まりたいんですけどってことを言って、もちろん受付の方を済ませたんですけども、その間にバイクで砂漠を旅しているオーストラリア人の方がいらっしゃいまして、その方が僕の自転車を見張っててくださいました。で出てきたら握手して会話して、ここ危ないから君自転車で旅してるんでしょ、見張っといてあげたよっていう風に言ってくださいましたね。本当に感謝ですね。なのでそれぐらいそういう荷物というか無造作にプーンって置いといたら、もうそのままポイって持ってかれてしまうぐらい危険な感じでしたし、周りの人もそういう風に捉えられていますので、間違いなくここの治安はよろしくないと思いますね。殺人が起きるってわけじゃないんですけども、やっぱり僕の荷物は旅に必要なものしかないので、それを盗まれたら旅に支障をきたすものばっかしなので、できる限り身の安全を確保するためにキャンプ場に入ってまいりました。なのでこれから買い物に行きたいと思います。はい、ショップに到着しました。ミルクとか4ドルですね。やっぱ少し高いですね。やっぱどうしても高い。コミュニティのところにある、プライベートコミュニティのところにあるスーパーマーケットに来たんですけども、結構高いですね。どうしても割高だ。もうちょっと安めのを想像したんですけどね、スーパーって言ってたから。ここで必要なもの、例えばピーナッツバターとか、パンとか、あとオートミールとか必要なものを買っていきたいなと思いますね。ピーナッツバター、このサイズで約7ドル。信じらんないほど高いです。やばいです。で、缶詰、このサイズで2ドル80。これエアーズロックウルルで2ドルですからね。いやほんと高い。どうしよう。マジかよ信じらんないほど高いっすね。マジかよ。マジかよ。Young people ko dapat ninaram uyari mo lang mag-cases yan malang kapitan mo so huli mo ano baはい、おはようございます。現在時刻が9時となりまして、もうそろそろ出発したいなというふうに思っています。で、装備はバッチシです。水で、この中にも水約4リットルぐらい入ってまして、憶測で多分18リットルぐらい水積んでます。で、次のロードハウスまで250キロダートロードで、結構ラフロードって言ってたので、要するに、なんだろう、例えるならこういう感じのゴツゴツした道が続くんじゃないのかなっていうふうには思われますんで、だいたいマックスで50キロとかで、今日なんて今から漕ぐとだいたい休憩挟んでも5、6時間ぐらいしか漕げないと思うので、50キロぐらい40キロぐらい進めればいいかなって感じですね。おそらくロードハウスまで250キロ5日で着けばいい方かなというふうにはちょっと思ってますね。はい。
はい、走り始めてだいたい10分15分って感じですかね。ワーバートを抜けるとラフロードかって言ってたんですけども、まあこんな感じですね。もう本当に石がガシャガシャって、これは普通に漕ぐのはもう困難ですね。でまあ僕が今進んでるのはその中でもわりかし綺麗な方の道路を見つけて漕いでるって感じですね。確かにこれはしんどいね。でこれはだいたい50キロぐらい続くらしいです。地道に進んでいきたいなと思います。はい、走り始めてだいたい1時間。なぜかロフロードからいきなりコンクリートが出てきました。嬉しいです。素直に嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。まあこれが何十キロと続くわけではないんですけど、もう間違いなくまあでもね気休めコンクリートですか、僕の中では僕が呼んでますけど、嬉しいですね。気休めコンクリートがあるっていうだけでも。現在時刻が12時40分になりまして、ちょっと休憩したいと思います。で休憩しようと思って止まったんですけど、まさかそれと同時進行でパンクしてましたね。前輪がブニュブニュで、なんでだろうね。なんでパンクしたんだろう。さて休憩するかと思ったら、あれ前輪パンクしてねって感じだったんですよね。なのでちょっと荷物置いて休憩しつつパンク処理していきたいと思います。はい、じゃあ休憩とパンク処理終わったので進んでいきたいと思います。はい、現在の時間が2時半。またパンクしました。今度は後輪です。はい、今度は後輪がタイヤパンクしました。もう。いやもうさすがになえるよ。直していきます。はい、パンク処理終わりました。いやー、本日2回目で、昨日じゃないか、一昨日のパンク合わせれば合計でチューブ2本なくして4回パンク。多いっすね。多いよ。なんか気持ち的には毎日パンクしてますね。高速道路とか普通の一般道を走ってパンクするならわかるんですよね。例えば車と車が衝突クラッシュした後片付けがまだ終わってなくて針金が刺さるとかはわかるんですよ。まあしょうがないな、ハイウェイ走ってるとか、まあこういうコンクリート走ってたらそうなるわって、例えば1週間に1回とかあったら別に構わないんですけど、ダートロードですよ。ダートロードで毎日パンクするなんて、そんなこと考えたこともなかったですよ。要するに変なトゲトゲしいスパイクみたいな巻き菱みたいな植物、自転車をパンクさせるための植物以外考えられないですけどね。なんだよあれ。もう毎日パンクしてるよ。いや普通のダートロードなんですけどね。何のへんてこれもない。逆によくこのダートロード僕何日目 ?11 日目とか
まあ約2週間ぐらいですよね。2週間ぐらいこのダートロードをウルルからここまで漕いできてますけど、よく今までパンクしなかったなって思いますね、正直言って。パンクとは程遠い道路なんだな、ダートロードはって思ってましたし、今までもそう思ってましたし。そしたらっすよね、このパンクの量。もうよくわからん。まあとりあえず、今がもう、3時25分、3時半前ですね。あと漕いだとしても1時間半。もうちょっとだけ腹ごしらえして、進みたいと思います。もう、しょうがないので。はい。お疲れ様です。はい。現在時刻が5時5分となりまして、もうすぐ夕刻の時刻なので、今日はここで終わりたいと思います。今日はですね、いつも使ってるアプリの前の、2年前の方がここの辺を見つけてくれたスポットになるんですけども、すごく広々として綺麗なので、もうここで終わろうかなと思っています。こんな感じですね。よいしょ。こんな感じでもう本当に何もなくて、あるのは僕の自転車ぐらいっていうぐらい素晴らしい場所なので、もうここで終わりたいと思います。